ご理解第13節。神は無効倍力の徳を授ける。皆さんがこのように炎天下、夏季信行に打ち込んでおられますが、これで徳を受けることにはなりません。お徳を受ける腹作り、または心を練る修行をなさっておるのです。徳を受けるチャンスはいつもあるわけではありません。いよいよの時、迷わんで済む、動じないで済む、命を懸けての信心ができねばなりません。すなわち、ままよの心です。背水の陣です。一切を任せきっての次の信心姿勢一つが徳を受ける決め手です。一切を任せきっての信心姿勢と師匠は教えておられます。神様に任せきる心、これが徳を受ける決め手だとおっしゃっておられますね。神様からご信用をいただく。私ども人間がそれこそ生身の人間として生きている、生かされている。そこに信心をさせていただいている。その信心をするものとして二つのことがあると思うのですね。今日ミニご理解にいただきますように、ままよの心だと。いわば師匠が教えられる泥の心ですね。受けて受けて受け抜くという泥の心だと。その成り行きを受ける泥の心。しかし、ただ受けるというだけではないように思いますね。ある一時期、もう成り行きを受けていけばよいのだと。神様が一切良いように計らってくださる。だから願うことはもういらないのだ、ないのだと。ある意味、どうせなるようにしかならんのだから、願っても仕方がない。神様がくださるその成り行きを受けていきさえすればよい。と思った時期もありましたけれども、今はそれは間違いであったと思いますね。信心させていただくものとしてやはり生きているこの世に生あるものとして願い事が少なからずできてくるものです。またそのどういう願いをしているか、どういう願いがあるか、持っているか、そのことがその人の心の魂の何と言いましょうかね、一つのバロメーターでもあるかと思いますね。私どもがそれこそただ単に身よく身勝手のことを願うというそういう願いから、あれが食べたい、これが飲みたい、欲しいといったような願いから、人様の助かりを願う、世界真の平和を願うといったような人様のことを願う、願えれるようになる。そういうふうに私どもの願いというものがまた育っていかなければならない。ただ単に自分自身のことのみを願う願いから、家族のこと、人様のこと、あるいは世界中のこと、さらには神様が助かられること、神様が楽になられること、神様が喜んでくださることのための願いといったようなものもありますね。師匠はそれこそ
願いの信心が最高峰だともおっしゃっておられました。私どもが生きているという上においては、少なからず何かしらの願いがやはりありますね。今こちらでは山火事が大変です。そして山火事自体は遠くの方で起こっていることですけれども、その煙ですね。その煙が被害が大変です。スモークというのでしょうか。もう湖の向こう側が見えていたのが、その煙で向こう側が見えないような状況です。遠くの山ももう全く見えません。一日も早く山火事がやはり消えること、収束することを願わずにはおれませんね。それは私どもの自分自身の生活の上においても大変だということがあります。と同時にまたそればかりではない。その近辺の人たちはもっとひどいわけですから。何百キロと離れたところでの山火事が今私の身の上に降りかかってきているわけです。それがもしその近くに住んでいる人であったならば、どれほど災難に遭っておられるか分かりません。家が焼失したという方たちもたくさん出ておられます。学校が丸ごと焼けたところもあるそうです。町というのか村というのか、その全体が燃えてしまったようなところもあるようですね。一日も早くその山火事が収まることを願います。と同時に、願ってその願い事が叶わないということもやはりあります。今山火事を収めてくださいと願ったからといって、1分後に山火事がなくなるということはないでしょう。願い、そしてまだしばらくは続くのかもしれません。それでも一日も早く、1時間でも早く消えることを願います。そして願った後に起こってくること、それは神様のご都合としていただいていくということですね。神様にもやはりご都合が終わりになることでしょう。山火事には山火事としての山火事を起こさねばならない神様のご都合も終わりになることでしょう。その神様のご都合をご都合として受けていく。それこそママよの心で受けていく、泥の心で受けていくという信心がまたいるわけですね。この二つの願うということ、そしてそこから起こってくることを受けていくということ、そこに私どもの祈りが必ず神様にお聞きいただいているという大確信のもとに、神様が起こされるその成り行きというものをまた神様の人間幸せにするぞという神様の一心の現れであるとしていただいていく、その確信を持っていただいていく、この二つが車の両輪となって前に進むような信心なのではないでしょうかね。成り行きをままよで受ける。だからもう願うことはいらないのだということではありませんね。
願うことは願わせていただき、受けることは受けさせていただく。この二つのことが相まっていかなければならない。相まっていくのがこのお道だと思いますね。教祖様も牛馬に至るまで病気災難のことは実意をもって願えともおっしゃっておられます。そしてまたその願った後、それをまたいただき抜いていくという信心がまた必要だということですね。願うということと受け抜くということ、この二つの信心が相まっていかなければならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。